さあ、この国債、日本は今いくらあるのか。はい、覚えやすいですね。1000兆円あります。震えますね。はい。日銀の対外準備資産がですね、180兆円でパニックになってたんですけど、桁が一つ多いんでございます。1000兆円。これは対 GDP 比。世界1位です。はい。世界で一番国債を GDP に対して発行しているよと。つまり、自分の、言ったらですね、お金の規模とか、はい。給料のですね、規模とか、はい。このお父さんの給料の規模でこんなに借金があるよというのの世界一位です。わかります？このお父さんの給料の規模でこんなに借りてるんだよ。言ったらね、富豪のね、大富豪が100万円借りるのと、お金カツカツの人が100万円借りるのでは全然違いますよね。だから対 GDP 比っていうことを言ってるわけですよ。その人が、1年間で生み出すお金に対してどれぐらい借金があるかって、それがなんと世界1位でございます。はい。このお父さんが借りていい借金なんだろうか。世界第1位でございます。はい、これどういうことなのか。しかも、そのうちの半分を日銀が持っています。はい、ここからラビリンスの始まりですね。日本の借金を日本政府は日銀にしてるってことです。さあパニックになってきましたね。政府と中央銀行の関係がまずわからなくなるんですよ。はい。ですがこのやり方をやり始めたのが、究極やり始めたのが2013年。異次元金融緩和。これはまさにこれをやってきたんです。大量の借金を日銀に背負わせる。これが異次元金融緩和そのものです。大量に借金を日銀に引き受けさせるっていうことは、まずそもそもなんか嫌な匂いがしますよね。そうです。これは政府が発行した国債を直で日銀に引き取らせるっていう行動には名前がついています。これは財政ファイナンスという非常に恐ろしい行動として名前がついています。これをかつてやったのが戦時中の日本だったわけです。戦時中の日本、お金がないんですよね。もうお金はない。でも軍人にお金を支払ったり、軍需会社に、兵器会社にお金を支払ったりしなきゃ戦争は続けられません。どうすればいいか。お金をすればいいじゃないかとなるわけですね。そしてそれを日銀に背負わせると。はい。政府の国債を日銀がそのまま引き受ける。これでですね、大量にお金をすりました。はい。その結果どうなったか。お金の価値が暴落したんです。そうですよね。実質の価値以上に大量に吸ってそれでいいのかっていう問題ですよね。適切な量っていうのがあるんですよ。お金も物も。作りすぎたら価値は下がるということなんですよね。そしてその戦時中の、教訓をもとにですね、日本は財政法第5条というものでこれを禁じました。日銀が政府の国債を直接引き受けることを禁じると。はい。これは日本だけの現象じゃないんですね。これはですね、歴史上あらゆる国家が陥ってきた罠だからです。あらゆる国家はこの財政ファイナンスに最終的に陥ります。なぜか。通貨というのはですね、発行益っていうのがあるんですよ。はい。発行益？意味がわかんないですよね。通貨っていうのはですね、使う者同士は1万円を1万円で交換しようねってあるんですけど、作る人にとって1万円を作るのに1万円もかからないんですよ。1万円札紙でございます。はい。それを作るのにですね、数円しかかからないとなると、その数円のコストでですね、1万円の価値を埋める。価値って何か？国民の労働です。通貨の始まりっていうのはですね、政府による国民の労働を買う行為から始まってるんですね。ですから日本においても最初の通貨っていうのは和同開珎、和同開放って言われるね、ものが最初に、もっと古いものもあるかもしれませんけども、有名なものでと、そういうのがあります。はい。奈良時代とかにですね、通貨作ろう。なんでかっていうとですね、大仏作りたかったんです。はい。でもですね、大仏を作らないと殴るぞって言われてもですね、人は動きません。ですから、お金をあげるよと。お金をあげるから作ってねと。で、このお金っていうのは交換したら使えるんだよっていうのと、税金で取るよって言ったんですよ。
通貨を発行し、その上で税金で回収することによって、国民は通貨を稼ぐっていうモチベーションが生まれるんですね。じゃないと国家に捕まるからです。はい。通貨を発行できる条件っていうのは、国民に対して法律を守らせ、その法律を守らない者に対して、実力を行使できる。つまり、牢屋に入れたり死刑にしたりするっていうことができるっていう主体だけが通貨を発行できます。はい。実力行使をできる権力主体っていうものが通貨を発行するときには、はい。労働をですね、安く買えるんですよね。それが通貨発行益です。つまり戦争ってのはそれの最たるもんです。はい。戦争の時にみんなにお金あげるから使え使え使え。お金あげるから戦え戦え戦えってやるわけです。大量にすります。その結果、戦争に勝てば、いろんなものが得られたかもしれない。敗戦国からの賠償金であるとか何であるとか権利であるとか土地であるとかもらえるかもしれないからペイができるかもしれない。しかし、たくさん吸った上で戦争に負けたら、それはとんでもないことになる。通貨の価値は暴落するということでございます。そしてそういったことをですね、かつて人類はローマ帝国の時代から繰り返してきたんですね。はい。じゃあそんな禁じ手をなんでやれたんですかに関してはですね、はい。これは財政ファイナンスではないというのがその時の日銀の説明でございます。はい。なぜか。国が発行した国債を民間の銀行がまず買います。民間の銀行が買った国債を日銀が買います。なので、政府から国債を買っていません。これが国のスキームだったわけですね。これを財政ファイナンスではなく、国債買い入れオペと名付けました。簡単に説明するとですね、サッカーの直接フリーキックではなく、間接フリーキックです。サッカーやったことないから分かりませんっていう人には申し訳ないんですけども、俊介とかが、俊介の例古くて分かりませんっていう方もいろいろごめんなさいね。直接ですね、ボールをゴールに蹴って入れていいのが直接フリーキックです。でも間接フリーキックってね、一回誰かにパスしてからシュートしてくださいってやつなんですよ。サッカーのルールでございます。でもやってることはボールをゴールに入れてるってことなんですよね。はい。やっちゃいけないのは直接渡すことではなくてですね、借金をすりまくることなんですよね。紙幣をすりまくってはいけない。これが人類の歴史だったわけです。ですが、突き進みました。どうしても景気を上げたかった。そしてその時のですね、たくさん吸っても潰れないんです理論の方々のですね、論拠は、日本が持続的に経常黒字である。うん。経常黒字。日本っていうのも一個の会社みたいなもんで、売上とですね、支出っていうのが出まして、儲かってるか儲かってないかっていうのがあるんですね。例えばそれは日本が海外に投資しているものの利子とか配当であったり、貿易、売ってる買ってるの差額、貿易黒字だったらそれが利益になりますし、それ以外にもいろんな権利とか特許とかいろいろありますよね。はい。そういったもののですね、累計がですね、黒字である場合、株式会社日本みたいなものは儲かるよで言うと、日本儲かってるんですよっていうことですよね。その上で、国債は日本の銀行及び日銀が引き受けておりますので、海外の人、もう9割9分日本でやってますから、海外の人に貸してませんから、返せって言われないんですよってこれですね。はい、これで無限に借金はできるんでしょうか？これです。日本が常に経常黒字を続け、国内で消化する限り無限に借金をすることができるので、どんどんお金を吸って、その上でどんどん景気を良くしましょう。憎むべきは財務省の増税ですね。増税したからうまくいかなかったんです。そういう理論が、いわゆる一つの派閥の方の意見なんですよね。ですが、ここでポイントなのはですね、日本はずっと経常黒字のままでいけるのかが一つの疑点です。なぜなら論拠にされてるから。はい。ちなみにその頃は、貿易黒字でしたが、日本は現在貿易赤字の国になってます。はい。日本の輸出品というものよりも日本が輸入で買い入れてるものの方が多いんですね。つまり貿易黒字ではないです。経常黒字を支えているのは、日本がいい時に投資した海外のですね、金融資産、とかそういうもの、投資先からのですね、配当とか利子っていうものが、その貿易赤字を吸収して黒に持っていってる。つまり過去のですね、投資の
果実で黒になっている状態です、現在。はい。言ったらちょっと危ういですよね。将来性があるのか、現在勝ってるのかで言うと、過去勝っていたって感じです。はい。お父さんが買ってくれたんだよ、この株とこの株って言って儲かってる子供っていうのはちょっと怖いですよね。うん。そして国内消化をしてるから大丈夫だ。ここがポイントなのでございます。国内に借りてもですね、大丈夫だった理由の一つがゼロ金利なわけでございます。はい、ここでついに確信に近づいてまいりました。金利を上げれない理由がついにやってきます。無限に1000兆円、世界一レベルに国がお金を吸っても大丈夫だったのは、金利が低かったからなんです。そうです。この異次元緩和の後遺症が今、日本人を痛烈に襲っている。その後遺症を詳しく説明したいと思います。その一つが逆座屋と言われるものです。逆座屋って何でしょうか？利座屋の逆なんですね。はい。金利を上げるってことは、お金を貸してる側にとっては利子が増える、もらえる利子が増えるってことですけど、お金を借りる側にとっては、払わなきゃいけない利子が増えるってことで苦しいですよね。なので、変動制の住宅ローンとかを借りてる人からすると、金利上がったらまずいようでございます。ですが、銀行にお金を預けるんだったら、金利上がった方がいいよね、ということでございます。はい。はい、この金利が上がるとですね、はい、日銀と民間銀行の関係性が逆転します。逆転しますというか、日銀が民間銀行に利子を払わなければいけなくなるわけです。はい。政府のですね、ものをですね、国債とかを銀行が買いますってなった時に、銀行にお金をですね、どうやって渡すかというと、その銀行の銀行口座を作るんじゃないんです。銀行の銀行ってのがあるんですね。民間銀行の銀行ってどこですか？日銀でございます。つまり、国債を民間銀行が買いました。日本政府の借金を民間の銀行が買いますよとなった場合、日銀の当座預金にそれが振り込まれると。振り込まれるというか、するわけですよ。するというか、データとして蓄積されるわけですよ。で、この日銀の当座預金、要するに、日銀に預けている民間銀行からの預金ですね。はい。っていうのはすごい大きいわけです。なんでかというと、借金いっぱい、国債をいっぱい民間銀行にも売ったからです。日銀が半分持ってるとはいえ、民間銀行もいっぱい持ってるわけですから、はい。はい、これ金利上がるとどうなるか。日銀は民間銀行に対して利子を支払う必要があります。日銀が持っている国債もあります。その国債の利子っていうのもありますよね。はい。その利子っていうものの収益の方が今は大きいんですが、なぜなら利子を払わなくていいから民間に。でも、民間に払わなきゃいけない利子が増えるとですね、日銀の収入を超えます。なので日銀が損をするようになります。利上げをすると。これが逆座屋ってやつです。もちろん、利上げの率によりますけれども、これぐらい利上げしたいって言ってバッと上げて、それがですね、一気に民間銀行の利子支払いに直結して、それがですね、元が多いので、逆座屋がえげつないパンチになります。ボーン！キャッシュフローとして日銀から民間銀行に払わなきゃいけないお金が多いので、経営状態が圧迫されます、日銀の。これが一発目のパンチです。これ一発目です。逆座屋。二発目が含み損です。はい。つまりこれはね、日銀が持っている国債っていう、言ったらいわゆる資産ですよね。日銀が国から買ってるわけですから、間接的にですけど。この資産の利子とかが入るから日銀はそのプラスになって、その利子の民間銀行に支払う利子の足しにするわけですよね。この国債の価値っていうのはですね、なんと金利と逆相関関係にあるんです。逆相関関係って何ですか？はい。シーソーみたいなもんです。金利が上がると国債の価格、既存国債の価値は下がります。どうして？意味がわかりませんけど、どうして？これはですね、はい。国債っていうのは先ほど言ったようにクーポンなわけですよ。その発行する時の金利の時で、金利が決まってて、クーポンで払われるわけですよね。で、途中でその国債ね、売るよって言っても、残り6枚コーヒーチケット残ってるからね、とかって、その分のお金で買ってね、そういう感じで取引されます。
コーヒーチケット、あと6枚分残ってるからその分のお金で買ってね。そうやって取引できます。はい。ですが、金利が上がった場合ですね、国債なんか買うより銀行に預けた方が得なんですけど、および、その金利下で作られる新しい国債の方が得なんですけど、っていうことです。金利が上がるとですね、新規に発行される国債の方がお得なんですよ。12回飲めちゃうんですよ。もっと安い値段でってなった場合、そっち買いますよ。中古のクーポンいりませんって言われるわけです。つまり金利と既存国債の価値は逆相関関係にあるということです。金利があれば今持っている国債の価値は下がるんです。なんと逆ざやとこの国債の価値が下がることによる含み損。つまりそれを売らなければまだ損はしてないんですけど、含み損っていうのは売ったら損するよってやつです。株と一緒ですよね。はい。株買いました。価値下がりました。売れない。これですよね。5万円で買った株が明日3万円になりました。うわー !3 万円で売ったら2万円の損です。ですが3万円でまだ売らなければ含み損です。はい。売ってないだけで損してるよ。これが含み損でございます。はい。つまり日銀はその国債をすぐに売るということはしないけれども、価値が完全に下がるので、日銀の含み損、これ会計上ですね、財務上ですね、圧迫します。なんとダブルパンチでございます。利子はいっぱい増えるのに、持ってる資産の価値がガーンと減る。これが利上げの末路なわけですよ。吸っても吸っても古文が借金してくれてるから大丈夫。はい、これは金利が低い時の話。ゼロ金利だった場合の話。でも、その時の政権は言うわけですよね。もちろんリスクは承知しています。ですが、確実に景気を高揚させます。異次元金融緩和で異次元に好景気になることによって出口戦略を見出しますということがありました。10年経ちました。異次元の好景気は訪れず副作用が現在訪れている。それが利上げができないということです。利上げができないことによって円安を止めるという本当の治療ができないんです。日本の円安を止めるべき唯一にして最大の武器、これを中央銀行は各国行使しているわけです。アメリカは利上げしました。どこどこ利上げしました。コロナが明けて景気が良くなりました。コロナ明けです。物流が再開します。商品もっと行こう。商売活動やろう。コロナ明けたんだからどんどん行くぞ。イェイ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 。世界中の景気がまた動き出した。そんな時にインフレになってる。やばい。これは加熱したらバブルだ。利上げしろ、利上げしろ、利上げしろ、利上げしろ。日本だけは利上げができないんですよ。1000兆円の国債を中央銀行が抱えているから。この国債の含み損はとんでもないものになることが予測されているし、逆ざやはとんでもないものが予測される。つまりこれ、逆ざやと含み損のダブルパンチが確実に急所をヒットした場合、日銀がどうなるか。中央銀行が債務超過に陥ります。はい。さあ来ました。本当の最終防衛ラインが分かったと思います。日銀の最終防衛ラインは152円でもなければ160円でもないんですね。それは日銀の円を動かすことができるという本当の仕事、通貨の番人としての仕事がもうできないと日本中に世界中に思われるという信用の崩壊です。これが最終防衛ラインです。日銀はまだやれる。そう思われている限りは日銀が抱えている国債及び円の価値っていうのは保たれるのでなんとかできるかもしれない。しかし日銀はもうダメだ。債務超過に陥り、もう何も打つ手がないということになりましたら、これはどうなるかと言いますと、はい。滅びます。円が一度滅びます。これがポイントなんですけども。何が起きるかというと、ハイパーインフレーションとか起きるんですね。はい。これ、あくまでこれから起きるってことじゃないんで焦らないでね。はい、ここだけ切り抜いて流さないで、中田がハイパーインフレ起きるよって言ってると思わないでね。これはあくまでも、この1000兆円の国債をうまく処理できずに、そのままバーンって利上げして逆ざやであったりとか、含み損であったりとかで、日銀が財務上、破綻すると、債務超過であるというふうになって、
その上で、これ債務超過になったらすぐにダメかというそうじゃないんですよ。債務超過になってもまだ大丈夫ってみんなが思ってたら破綻しないんですよ。債務超過になっても事実上政策運営能力がすぐになくなるわけではないというふうにどこを調べても書いてあります。ですが、その過程で信用が失墜し、円や中央銀行に対する信用がなくなった場合にどうなるかというと、円の価値が暴落するわけです。それは日本人全員が円なんか持っていたくないということで最小にとどめようと。ドルを買おうとうわーってなったりとか、もう国から逃げようとうわーってなっていくという状態の中で円が暴落すると。円がですね、1ドル1000円2000円みたいな、そういう世界ですね。そうなった場合ですね、iPhone がですね、100万円とか、そういうことです。はい。1ドル1000円になったので iPhone は100万円です。はい。まだそれなりですよ。1ドルが1万円になりましたので iPhone が1000万円ですとか。そういう話でございます。それがハイパーインフレーションというものでございます。はい。ハイパーインフレーションになるなんてことはありえない思うかもしれません。でも皆さん、ハイパーインフレーションというのは、少なくとも10年に一度はどこかの国が起きてたりするんですよ。最近で言うとトルコ。有名な国ですよね。トルコリラ。大暴落しました。ハイパーインフレーションになりました。他にもベネズエラであるとか、いろんな国がですね、ハイパーインフレーションを経験してます。はい。ここからが恐ろしい話なんで聞いてくださいね。ここからですよ。いいですか？ハイパーインフレーションが何なのかを本質的に理解しないとこれはわからないので、ここを説明したいんですよ。日本が終わったなって思うかもしれませんよね。ですがトルコはまだあります。ベネズエラもあります。これどういうことでしょうか？通貨の価値が毀損された後に国は持ち直します。どういうこと？はい。なぜならこのハイパーインフレーションは日本はご説明の通り第二次世界大戦後一度経験しております。そう、それは戦時中に日本が軍の費用を賄うために大量に国債を中央銀行に引き受けさせたからですよね。それがゆえに財務の、金融のですね、法律のところにですね、第5条のところにですね、財政ファイナンスあかんよというふうに書いたわけですよね。でも日本なくなってないんです。はい、どういうことでしょうか。はい、失われるものが何なのか理解しているかが大事です。はい。1ドル1万円になりましたという世界の中で、円がものすごい安くなるとですね、はい、教科書で見たですね、札束を大量にですね、はい、抱えて日用品を買いに行く。これ見たことありませんか？これが第一次世界大戦の後のドイツなんですよ。1920年代、ドイツでハイパーインフレーションが起こりました。それは戦争に負けたこと、そしてその戦争の最中に同じように借金をすごくしていたこと。その国家による借金、お金をすりまくって、軍事費用、一緒です。第二次世界大戦の時の日本と第一次世界大戦の時のドイツ一緒です。ハイパーインフレーション起きました。その時何が起きたか。これはですね、本に書いてあるんです。ハイパーインフレーションの悪夢。その時国民が何が起きているかドイツ人は理解することができていなかった。一般市民だけでなく、銀行家や政治家までもが何を起きているのかを分かることができなかった。それは後にハイパーインフレーションと言われた。そういうことです。それをですね、イギリスから来た人がですね、つぶさに記録して、どういう状況を歩んだのか書いてあるわけなんですけれども、そういったハイパーインフレーションが起こってもドイツはある、日本はある。これどういうこと？これがポイントでございます。何が起きるかというと、1ドル、1万円になったらですね、はい、1ドルのものを買うのに1万円を持っていかなきゃいけないし、はい、100ドルのものを買うのに、100万円持っていかなきゃいけなくなるわけですよね。こんな札束で。そうなると国家が言い出すわけです。国が言い出すわけです。国の危機ですと。100万円札というのを100万円というものの札を出しますって言うんですよ。100万円分の価値のある、つまり iPhone 持つのにこんな札束持ってくの大変でしょ？買えますね。だから券を交換しましょう。
新しい日本円は1円につき1万円ですと。その100万円持ってきてくれたら1万円、新しい新1万円をあげますということです。これをデノミネーションと言います。通貨切り替え。これはハイパーインフレーションとセットで行われるその後の処理のことなんですよ。通貨価値が100分の1になった、1000分の1になった。その場合、今までの生活の1000倍の紙幣を持っていかなきゃいけなくなりますから、そんな紙幣は使えないので、1000倍の価値のあるものを交換します。ですが、1000万円分で1000万円をあげるわけじゃありませんと。はい。単位を切り替えますのでと。はい。これどういうことかと。国民全員の資産が1000分の1で再スタートしてくださいってことです。はい。円の価値が1000分の1になりました。これは未曾有の危機でございます。日本の皆さん、悲しいことですが、これは起こってしまったことです。そして歴史上も人類が味わってきたことです。この国難をなんとか立ち上がるには、皆さんの資産1000分の1に交換する通貨と切り替えるタイミングが来ました。これがデノミネーションです。全員1000分の1になります。はい、これ一体何が起きてるか分かりますか？はい。ここでまず考えなきゃいけないのが、国債は誰が誰に借金をしてるからなんですよ。国債っていうのは政府が借金してますよね。その政府がお金を借りて国民の労働を実行させるわけですよね。はい。そのお金誰に借りてる？いや、日銀に。はい。日銀は？はい。日銀のお金って誰のお金？民間銀行が買ってる。民間銀行のお金って誰のお金？はい。これは国民の預金でございます。そうです。政府は国民に対して借金をしてるんです。債務者は政府。そして債権者は日本国民です。つまり日本国民は全員でなんと1000兆円の債権を持ってます。それが現在です。1000兆円の債権を持ってます。はい。全員で。1億数千万人でですね、全員の預金で、1000兆円の債権を持っていると。理論上いう形になります。はい。そしてその1000兆円の借金及び債権が、はい。1000兆分の1になったとしたら、得するのは誰でしょうか？それは借金をしている人です。損するのはお金を貸している人です。そうです。国民の資産が1000分の1になって喜ぶのはですね、海外の人ではありません。日本政府なんです。はい。日本人にしている借金がなくなるからです。なので、ハイパーインフレーションは国家の滅亡を意味しません。国民の貧困化を意味します。これを誤解している方がですね、日本大丈夫ってなるわけです。そして日本政府は言います。日本の危機です。借金大国日本。1000兆円のものがあるんです。だから皆さん頑張って税金を納めてくださいって言うんですよ。わかりますか？借金をしている人が借金をしている相手に対して頑張ってください、税金を納めてくださいって、そういう話になっております。はい。我々はですね、何かと言いますと、無知で従順な債権者だっていうことなんですよね。そしてそれを一番襲うのが円の価値の毀損でございます。もちろんハイパーインフレーションまでなると、日本政府であるとか、国家もですね、打撃を受けないわけがございませんので、何もみんなでハイパーインフレーションを起こそうぜって言ってですね、やってるわけではございません。それはまさに陰謀論ですよね。もちろんそんなハイパーインフレになって国際的にですね、大打撃を受けたくはないんですよ。ですが、ここで重要なのはハイパーインフレで一番損をするのは国家ではなく国民だということです。円の価値が毀損されて最もダメージを受けるのは国民でございます。そしてそれの土壌は全て整っているということです。はい。ここまでが最悪のシナリオでございます、皆さん。現在の病床の発端が日本の国債にある。1000兆円の国債っていうものが、利上げを阻んでいる。この2013年から2023年までの10年間の異次元金融緩和なる金融政策がですね、中央銀行からフレキシブルな金融政策の対応というものを奪っているということです。
そしてそれをやると日銀が債務超過にすぐに陥ってしまい利上げをすると。急速な利上げをすると、日銀は債務超過に陥り、それの過程で信用が崩壊すれば、ハイパーインフレーション及びデノミネーションで、日本の国民の資産を等しく毀損しなければいけないというところになると。ですが、これは最悪の話であって、こうはならないだろうと。いうことでございます。極論に流れないいただきたい。それまでにどうするかというとですね、おそらく現実的な予想は、時間を稼ぎながら少しずつ利上げする。これでしかありません。そうです。為替介入で1年稼ぐんです。その間に少し利上げします。その利上げが逆ザヤや含み損というダメージを日銀に与えますが、それが日銀がぶっ倒れるものほどではないぞということを示して信用をなんとかキープし、そしてまたピンチになったら為替介入で時間を稼いで利上げをしてもう一回逆ザヤと含み損のパンチを受けるんだけどもまだ大丈夫だよってやることで、信用をなんとか保つ。そう。日銀の信用を保つために為替介入、その前の口先介入、口先介入、為替介入、それからの利上げ、それに起きるダメージをなんとか耐えるというのをじわじわやる。これはおそらく確実な未来だろうと言われてるわけですね。ですが根本問題は円の価値が安くなっているのはアメリカのせいでも中東のせいでもありますけれども、時流ではそうですけれども、基本的に日本の経済成長率であるとか成長産業であるとか人口構成ですよね。若者が少ない、労働力が低い国っていうのは経済成長をしづらいと言われています。ですからインドであるとかカンボジアであるとか、そういったところがすごい伸びると言われておりますし、中国が最近バーッと伸びたのも人口構成の問題があった。そういうことです。なので、日本というのは人口構成的にですね、まず成長がしづらいということがまず言われている。その上で、成長産業を引っ張っていく企業っていうのが今のところなかなか見当たらない。そういった状況でありますから、利上げをしながらですね、金融の正常化を目指しつつですね、超長期的には経済成長のための素晴らしい人材と企業を生み出すしかないんです。はい。その利上げですらですね、中期であって、この日本から世界をですね、あっと言わせるですね、逸材を出す。サービスを生む、企業を生む、そのための時間を稼ぐために全てをやっているということでございます。はい。なので、現実的には為替介入をしつつ数年間かけて、1ドル160円から200円ぐらいに行くだろうというのが、現実的な予想ではないかと。で、これあくまでも一芸人の調べた範囲内での予想ですので、全然違う方向に触れる可能性もあります。感染症や戦争やいろんなことありますから。ただ、現在の状況を見る限り、アメリカの利下げはなかなか行われない。日銀の利上げは急速に行うことはできない。中東の争いはすぐに終わることはない。日本から急にユニコーン企業がバカスカ生まれることはない。日本の人口構成比がいきなり赤ちゃんが10倍生まれることもないというふうに考えると、基本実力とやれるべきことの武器を計算した結果、おそらく介入しつつ数年で160から200円に行くだろうというのが予想として立てられるということでございます。あくまで予想です。ですが、この160円から200円になるということはですね、より輸入コストが上がりますので、日本人としてはですね、円というもので海外に向き合っていくとなると、海外旅行はよりしづらくなりますし、物価はより上がっていくだろうということが予測されますので、国民レベルでの対策が必要になってくる。つまり国家の対策というのが、口先介入、為替介入、利上げ、これに絞られるということであれば、国民も何か対策をしなければいけない。ということで、お待たせいたしました。ほんで私はどうしたらええんですか？これに対するお答えを説明していきたいと思います。ありがとうございます。ですが答えはある程度シンプルですね。
円の価値が毀損されつつあるということはですね、ドルやユーロも混ぜて持つということですね。全部変えないでくださいね。日本での決済が滞りますので、日本で生活しようとなるとやはり円での決済っていうのが基本になりますので、円資産を持つというのがポイントですけれども、多くの日本人の方が円だけを持っているパターンが多いので、そこにですね、ドルであるとかユーロであるとかっていうものを持つっていうところも必要。ですが、その時ですね、海外で口座を持つとかっていうことは、すぐにできるわけではありませんし、ドルで持てますよみたいな中にはですね、銀行の金融商品の中には手数料が非常に高いので、ちょっとこれ得しないんじゃないかなっていうものもあります。なので、ドル、ユーロ持つでも焦らないでですね、どういうふうにすればいいのかなっていうのを考えていただければ。これが一個が外貨資産ってやつですね。はい。で、もう一つが株式投資。はい。なるほどねと。それでNISA 言ってたのかっていうことですよね。つまり貯金だけでですね、円でずっと持ってる場合ですね、円の価値がどんどん毀損されるとですね、もう国民の怒りは浸透に達するわけですね。怒り浸透に達すると。なので、投資もちゃんと言ってましたよねと。で、非課税投資枠設けてますよねということで、新NISAっていうのがありますからね。あれは何か国家の陰謀というよりは、現在円の価値っていうのがね、だんだんと危ぶまれている中でですね、投資っていうものもですね、やっておくといいよということで、株式投資というものが選択肢に上がってくると。で、ここで注意しなければいけないのは、株っていうのはリスクがありますから、いきなりその中でもリスクのある個別株であるとか、なんかそのね、すごい儲けるかもしれないみたいなね、特別にあなただけた時に教える投資なんて、これは恐ろしいですからね。なので、有名な、みんなが買ってるような、SP500 とか、オルカンとか今有名ですよね。ああいうようなものですね。生活に支障のない余剰資金でコツコツ積み立てて買うと。それをドルコスト計算法なんて言ったりしますけれども、コツコツ買ったりすると、これぐらいでいいですからね。いきなりもうぶっこんじゃえとか言って投資やめてください。しかもですね、詐欺が横行しております。今ですね、詐欺師たちが考えていることっていうのは一つです。日本人、今、円安で不安だから投資、急に始めるやつ多い。で、一生懸命勉強しようとする人なんてほとんどいないから、有名人がおすすめしている投資飛びつくぞ。これで狙われているのが、なりすまし広告による投資詐欺です。はい。最近前澤さんとか堀江さんがですね、自民党に掛け合ってですね、自民党がメタ社なんかにですね、いろいろと掛け合うんじゃないかなんて言われておりますけれども、あれはですね、まさに時流に乗ってるんですよね。ああいった詐欺っていうのはですね、時のですね、空気っていうのをうまく掴んでですね、人の不安につけ込みますので、ちなみに私も、詐欺広告のなりすましに使われている有名人第10位にランキングインしております。非常に憤っております。ありがとうございます。ありがとうございます。おかしいですけどね。はい。これ、あっちゃん本物？いろんな芸人の先輩から LINE が来ます。久しぶりの LINE がですね、この投資本物っていう、こんな悲しいことないですよ。こんな元気してるか最近頑張ってるなとかね。第3子生まれて、育休してたんだろ頑張ってるよな。そういうことじゃないですね。ね。中田の投資おすすめの Facebook 広告見たんだけど、これ本物かな？友達がやろうって言ってるんだけど、止めてあげてください。詐欺です。あ、そうだよね。そうだと思ったんだっていう LINE が多いです。はい。気をつけてください。美味しい投資ってありませんからね。あくまでも円だけで持っとくのはちょっとなっていう人のためにですね、コツコツ余剰の資金でやるのが投資だったり外貨資産を持つということです。他にも現物資産っていうのも、通貨不安の時には価値が上がると言われています。それが金とかゴールですよね。ゴールドですよね。はい。シンガポールなんかリトルインディアっていうね、インド人街があったりするんですけど、もうインド人街になってもうゴールドショップがめちゃくちゃ多いんですよ。でもめちゃめちゃ純金のネックレスしてる人いるんですよ。すごいお金持ちじゃなくても、純金のネックレスしてる若者とかは、資産として捉えてるんですよね。はい。なんかあった時に価値が下がらない。通貨危機が起きた時にですね、海外に持って逃げれて、その上で、交換したらある程度の生活費になるっていう意味で、金のネックレスとか持ってる人とかは、海外にはいます。なので、それもね、金だったら絶対大丈夫ってことじゃなくて、金も値動きしますね。株も、金も、ドルも、それぞれ全部値動きするんですけども、ポイントはここでございます。最終ポイント。リスクゼロのものは1個もありませんってことですよね。
これなら大丈夫ってことはないんです。円なら大丈夫、ドルなら大丈夫、ユーロなら大丈夫、ゴールドなら大丈夫、この株なら大丈夫、この ETF なら大丈夫、一切ありません。はい。全部動くので、いろんなものをしっかり理解してコツコツ余剰のもので買いましょう。これをリスク分散と言います。はい。この未来しか来ないと思っていたら、そうじゃなかった時大変ですよね。つまり私の方で、円介入しつつ160円から200円の円安に行くのかなっていうのも一個の未来ですから、真逆に円高に触れるかもしれませんので、円高に急遽なるっていう不確定要素によって、なっても大丈夫なようになってますか？円安になっても大丈夫なようになってますかっていうことを考える必要があるんですよね。絶対にこっちの未来が来るから、こっちにだけフルベットしようっていうのは、リスク分散ではなく、これはギャンブルっていうんですよね。はい。皆さんは人生をギャンブルにするべきではない。はい。なので、いろんな可能性を考えようという授業でございました。今回伝えたかったことはですね、日銀なんで利上げしないんだよというところ、これの背景には、国債を買い入れオペレーションをしていた2013年からの10年間、それの後遺症というものがあるんだよと。いうことを、なるべくですね、わかりやすく説明したというつもりでございます。いかがでしたでしょうか、YouTube 大学。私のね、都合で育休を取ってまして、4ヶ月ぐらいね、更新されてなかったので、不安を与えたかもしれませんけれども、また、子育て頑張りつつですね、質のいい授業を届けたいなと思っておりますのでですね、ぜひ応援していただければと思います。グッドボタンとですね、チャンネル登録、これが私の励みになっておりますので、ぜひぜひ、YouTube 大学今後ともよろしくお願いします。その上で私のなりすまし広告にだけはぜひ引っかからないでください。私が一生懸命やってるコミュニティはプログレス。はい、プログレスだけです。ちなみにプログレスは詐欺ではありません。月額980円でみんなでワイワイやるコミュニティでございますね。はい、私のトークがたくさん聞けるというコミュニティでございますので、お気をつけてくださいということでよろしくお願いします。ではまた。プログレスのお知らせです。プログレスとは学びを実践するコミュニティです。自分の強みがわからない方、強みを伸ばしたい方、強みで活躍したい方、どの段階の方も適切なメンターに出会うことができ、学びを実践するチャンスがあります。それがイノベーションコミュニティ、プログレスです。中田敦彦の生配信、授業を深掘りした感想や社会情勢の分析を毎日視聴可能。要約記事やアーカイブも充実しています。メンバーとの交流、オフ会やメンターとの出会いが日々誕生。グループ活動も盛んで、 AI などの最新のテーマについても遊ぶように学べます。たくさんのメンバーとの出会いと学びを安心して楽しんでいただくために、Discord や独自 SNS を使った治安維持にも力を入れています。独自イベント、中田敦彦が企画、メンバーが出演参加するイベントを定期的に開催。興味のあるものを選んで参加できます。メンバーへのお仕事の依頼をサポートするエージェントサービスも運用中。いかがですか？もっと知りたいという方は概要欄のリンクからプログレスのページへどうぞ。チャット GPT を生かしたガイド係もお待ちしています。人は何者にでもなれる、いつからでも。月額980円で人生の扉を開きましょう。